皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから934日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1210名、戦車3両、装甲戦闘車40両、砲25門、多連装ロケット1両、防空システム1機、ドローン36機、その他車両84両、となっています。戦線全体では、1日で143回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 1.4 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 1.4 倍になります。ロシア側の損失は民生用のバン、歩兵戦闘車が多く、反対にウクライナ側はピックアップトラックが目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシア中央銀行は政策金利を 1% 引き上げて 19% とし、さらなる引き上げも示唆しました。コメントでは、ロシアのインフレは予想より加速し、賃金の上昇は労働生産性を超え、融資の伸びは依然として高いと指摘しました。また、労働不足と貿易の縮小により、インフレはさらに促進される可能性を指摘し、これまでの利上げが効果を発揮していないことも認め、10月に利上げを行うことを示唆しました。エコノミストらによると、ロシアはウクライナ戦争により政府支出が増加し、インフレは収まる兆しはない。10月にロシア政府の来年の予算も出ることから、それを見て再度判断するだろうと分析しています。現在、ロシアの政策金利は、ブリックス加盟国の中で最も高く、これを超える国は、ベネズエラ、アルゼンチン、トルコ、イランとなっています。2番目。ポーランドのシコルスキー外務大臣は、ウクライナのシピガ外務大臣と会談を行い、ミグ29をウクライナに供与する可能性があると述べました。期数や具体的なスケジュールは明らかにされていませんが、ポーランドのズバリチ駐ウクライナ大使は、7月にワルシャワはすべてのミグ29をキーウに引き渡すことができると述べ、ポーランドの元国防大臣のオニスケビチ氏は、ポーランドは F35 の導入を進めている。ミグ29の供与は置き換えのタイミング次第であると述べたことがあります。3番目。いくつかのニュースサイトは、かつてロシアの同盟国であったアルメニアが、ウクライナに旧ソ連製の兵器を売却したと伝えています。売却は秘密裏に行われ、旧ソ連時代の S300、ブク、トール、オーサの防空システム、短距離弾道ミサイルの OTR-21 であると伝えています。アルメニアは、ナゴルノカラバフ紛争以来、ロシア主導の軍事同盟である CSTO への参加を凍結していて、最近では、アメリカと軍事演習を行い、フランスからミストラル防空システムやシーザー自走砲などを購入するなど、脱ロシア化と取れる動きを行っています。また、8月にジョージアに弾薬を売却し、間接的にウクライナ支援を行ったとも伝えられています。今回の武器供与が事実とすれば、ロシアの同盟国が裏切ってウクライナを支援したことになります。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。説明するにあたり、ルジアンなどいくつかの表現は、海外の例を
参考に YouTube 用に最適化してお送りしています。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから38日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最低気温15度、最高気温28度。今日の天気予報は曇りとなっています。今後、少しずつ気温が下がり、曇りの日が多くなり、雨が降って泥濘期を迎えることになります。ゼレンスキー大統領は、ヤルタ欧州戦略会議で記者団の質問に答え、クルスクのロシア軍は4万人規模で、今後6万から7万人になると述べ、クルスク侵攻により、敵はスームイに侵攻する計画だったが、台無しになった。ポクロフスクの進軍が鈍化し、砲撃の回数も12対1から 2.5 対1になったと、その効果を述べました。一方、ロシア軍はクルスクで奪還作戦を開始し、反撃を行っていますが、アメリカ国防総省のライダー少将は、限定的なある種の反撃と表現し、戦争研究所では、反撃はウクライナ軍を完全に追い出すことを目的とした大規模な作戦ではないと評価しています。グルジボ方面。この方面でウクライナ軍が南から前進しています。国境にあるベセロエでは、昨日の動画でもお伝えしましたが、ウクライナ軍が国境を越えて前進しています。この方面で、ウクライナ軍は、地雷除去車両で地雷原を突破して、国境線から5キロの地点にあるベセロエに入りました。ご覧いただいているのは、ロシアン側の撮影したもので、ウクライナ軍の車両が、ベセロエの端に到達したところとなっています。ちなみに、この場所からグルジボまでは9キロ、スナゴストまでは23キロとなっています。また、未確認の情報ですが、ロシアンの軍事ブロガーは、その8キロ東にあるメドベジェでも、ウクライナ軍が国境を越えていると伝えるところがあります。コレネボ方面。この方面では、ルジアンが前進しています。1番目。クラスノーチャブリスコエでは、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍が前進し、集落を奪還しました。ご覧いただいているのは、地図の場所で活動しているロシアン兵の様子ですが、特に抵抗もなく市街地に入り、集落の建物を確認していることがわかります。この場所を、係争地とウクライナ軍の占領地からロシアン軍が占領したとして、戦況図を更新しました。2番目。スナゴストは、ロシアン軍が集落に入りました。位置情報付きの映像によると、ロシアン軍が集落で旗を掲げて占領を主張し、この場所がロシアン軍の支配下にあることが確認できます。ご覧いただいているのは、ロシアン軍の第51空挺連隊のもので、地図で示した場所の様子となっています。スナゴストの南側にはスナゴスト川が流れていて、その範囲をロシアン軍が奪還したとして戦況図を更新し、また、スナゴストは青から赤マークに変更しました。ここまでで面積は29平方キロほどになります。3番目。一方、未確認のロシアン側の情報によると、ウクライナ軍がコレネボの東で集落までの間合いを再び詰めているとの情報があります。スジャ方面。この方面では、双方が攻撃を行い、前進しています。1番目。そのうち、スジャの北にあるチェルカスコエポレチノエでは、ウクライナ軍が北に前進し、集落全体を占領し、その後、アフマト部隊が砲撃で反撃を行いました。ご覧いただいているのは、アフマト部隊のもので、集落の北の地図の場所の様子となっています。この場所は、1週間前に、ロシアン軍が反撃を行い、一部地域を奪還したところでしたが、再びウクライナ軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は 2.8 平方キロほどになります。2番目。スジャの東にあるルスカヤコノペリカでは、位置情報付きの映像によると、ロシアンが反撃を行い、地上戦となっています。
ご覧いただいているのは、ロシアン側の撮影した映像で、ロシアン軍の BMD 歩兵戦闘車が突入し、集落を掃討している様子となっています。建物にはウクライナ軍はいないようで、おそらくロシアン軍も拍子抜けしたのではないでしょうか。その範囲を、ウクライナ軍の占領地から係争地に戦況図を更新しました。クルスクの戦況は以上ですが、ウクライナ軍は、どうやら、ロシアン軍の攻撃部隊が攻めているところでは、攻めてくる前に撤退し、攻撃部隊のいないところで攻勢を仕掛けている戦術をとっているようにも思われます。なお、ハルキウ方面では、戦況図に影響のある情報はありませんでした。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で8回、スバトベクレミンナ戦で6回、シベルスク周辺は5回、チャシフヤール周辺も4回、トレツクの方向に6回攻撃を行いました。クピャンスク方面。クピャンスクとシンキフカの間の地図で示した場所では、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍が前進し、ウクライナ軍が撃退しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第30機械化旅団のもので、地面のくぼみに隠れているロシアン兵をウクライナ兵が確認している様子となっています。この場所まで係争地が拡大したとして戦況図を更新しました。スバトベクレミンナ戦。スバトベの南西にあるカマジニフカの付近では、ウクライナ軍が反撃しました。ウクライナ軍の第3突撃旅団は、この方面で新しいドローンを2カ所でテストし、ロシアンを焼いて帰りました。ご覧いただいているのはその様子で、地図で示した場所で森の妖精が光の粒を振りかけている様子となっていて、この場所が最前線となっていることがわかります。コメントでは、ベトナム戦争のノウハウを取り入れたドラゴンドローンは幸運と復讐にあふれ、通り道から敵の歩兵の匂いがすると書かれています。戦況図では、西側の正面をウクライナ軍の奪還地として、南側の正面をロシアン軍の占領地として戦況図を更新しました。チャシフヤール方面。クリスチュフカでは、ロシアン軍が活動範囲を拡大させています。位置情報付きの映像によると、ロシアンは、この付近の境界森林沿いに突破を図り、ウクライナ軍のドローンが探して攻撃をしています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影した映像で、地図で示した場所で、ウクライナ軍が撤退した陣地にロシアンが入り、ウクライナ軍がドローンでその様子を観察しているところとなっています。その範囲をウクライナ軍の奪還地から係争地に戦況図を更新しました。トレツク方面。この方面では、ロシアン軍が建物を渡り歩いて少しずつ前進しています。位置情報付きの映像によると、ロシアン軍は地図で示した建物に取り付き、ウクライナ軍が発見して撃退しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第100機械化旅団のもので、地図の場所で数人のルジアンが集まっている様子を上空から観察しているところとなっています。この場所はウクライナ軍の支配地でしたが、係争地の拡大として戦況図を更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で36回、クラホフ方面では64回、ブレミフカ方面で5回攻撃を行い、一部で前進しました。政治学者でウクライナ軍に志願したサドノフ氏は、ニュースファクトリーのインタビューに登場し、この方面のルジアンの状況について語りました。同氏によると、ロシアン軍は、同時に3つの集落を攻撃するよう命令を受けている。現在は、プロジフカ、ポクロフスク、セリドメだが、どうやら敵は3つ全部攻撃するだけの兵士、装備は明らかに持っていないと述べ、我々も疲れているが、ルジアンは疲弊し、
攻撃の圧力は低下していると説明しました。ポクロフスク方面。この方面で、ロシア軍は、北、西、南のあらゆる方向に攻撃を行っていますが、ウクライナ軍も防衛していて、ほとんど前進はできていません。その中で、ミハイリフカの西の鉄道では、位置情報付きの映像によると、ルジアンがわずかに前進しました。この鉄道沿いでは、ロシア軍は、最初、ミハイリフカからまっすぐ西に攻撃を行っていましたが、ウクライナ軍も新たな地上部隊を投入して防衛していることから、ロシア軍の損害が大きく、数日前から地上部隊を迂回して北から回り込もうとしている可能性があります。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、地図で示した鉄道付近の様子となっています。その範囲を、係争地からロシア軍が占領したとして戦況図を更新しました。クラホフ・ブレミフカ方面。昨日、ロシア軍が大きく前進したとお伝えしたホストレでは、砲撃の位置から侵入経路が判明しました。位置情報付きの映像によると、ロシア軍はクラスノホリフカの北西の住宅地を占領し、その後、南西の森林地帯のウクライナ軍を撃破し、その後線路に到達してからホストレに入ったことが分かりました。ウクライナ軍の第46機械化旅団の発表によると、戦車、兵員輸送車、歩兵戦闘車、オートバイなど合わせて46両の車両で攻撃を行い、26両の戦車、歩兵戦闘車、装甲戦闘車、オートバイを無力化したと報告しています。その経路の一部を係争地からロシア軍が占領したとして戦況図を更新し、ホストレは係争地に修正しました。後方地域。1番目。トクマク付近では8月下旬にロシア軍の貨物列車にドローン攻撃があり、石油を運ぶ貨車が炎上したとの情報が公開されました。攻撃はウクライナ軍の第65機械化旅団によって夜間行われ、朝になっても鎮火していなかったとのことです。2番目。マリウポリでは農場に設置された弾薬庫が大爆発を起こして炎上したとの情報があります。爆発の原因は不明ですが、SNS ではウクライナ軍がミサイルで地上の目標を攻撃したとのことで、攻撃は30分ほど続きましたが、防空は沈黙していたと伝えています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面で、ルジアンはザポリージャ方面のロボチネで1回、ドニプロ川付近で6回攻撃を行いましたが、いずれもウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。